皆さんこんにちは。ディレクターさんこんにちは。新年挨拶が遅れました。今からでも新年明けましておめでとうございます。私たちが2024年昨年1月から始めました。初めて1年が経ったんですが、1年間ディレクターさんもお疲れ様でした。ありがとうございます。そしてスティーブもお疲れ様でした。お疲れ様でしたスティーブ。そして去年はとても素敵なブラジルのチャンネルが始まりました。ブラジルのチャンネルを担当してくださる方々、ありがとうございます。お疲れ様でした。今年もよろしくお願いします。私が2020年から YouTube を始めました。はじめはドローイングをする動画をアップしました。目的はその時も今も同じでした。世界の漫画家志望生のために、そして漫画とコミックスの未来のためにチャンネルを運営しました。でもその時は YouTube でお話しするつもりはありませんでした。その時は会う人たちにだけ私の考えと意見を申し上げました。韓国と日本の漫画ビジネスに関連した人々に話をして通いました。こうしないと、ああしないと、こんな世界が来るだろう、こういうことに関心を持たないといけない、こんな話をしました。漫画関係者を説得することはとても簡単でした。なぜなら真実だからです。私の意見を申し上げますと、ああ、なんでこれを今まで考えられなかったんだろうという反応でした。こういう方々と話すのは本当に簡単で、早く理解もしてくださったんですが、よく見ると問題は、私の意見を聞いたこの方々が他人を説得できないのです。漫画とコミックスについて理解力を持っている人たちを説得させるのはとても簡単でした。少しだけ話してくれても大方はご納得いただきました。私はオフラインではそう言っていたので、 YouTube ではあえて言う必要はないと思いました。時間が経ってみると、私が説得した人たちが他の人たちを説得できないということを知りました。それでどうして説得できないんだろうという疑問を持って調べてみたら、コミックス産業を営む会社の代表を説得するのは簡単でした。私がついていくからブラジルに漫画界を作りに行こうと説得することに成功しました。でも代表の方が投資家たちを説得できません。なぜなら投資家たちはその代表ほど漫画産業に対する理解がありません。だからとんでもない音のように聞こえるんです。何を言ってるんだという反応なのです。なのでこう思いました。私が直接人に話をするしかないね。一般の人たちにお話しするには放送とかに出て話したりとか、どこの講義に通おうが、それとも本を書いたりしないといけないのに、当時私はドクターストーンを連載しながら本を書いたり講義をしたりできる状況ではありませんでした。ワンピース作業もありました。時間があまりにも足りないから運営中の YouTube チャンネルを利用しよう、こう思いました。なので YouTube チャンネルで教育もしながらコラムもアップロードし始めました。チャンネルの方向を少し変えてみたら副作用が多すぎました。うまくいかなくて結局完全にはうまくいかなかったが、すごく苦労してディレクターさんに会って日本語チャンネルを作って、また本格的にやり直してみよう、一からやり直してみよう、こうしたのが2023年の冬でした。それで埼玉行田市に YouTube のオフィスを作りました。そうやって新しく始めたのが
2024年2月からです。どうせ埼玉 YouTube 事務所を作ること、男たちの夢の空間を作ってみようと思いました。なんでそう思ったかというと、既存の私は壮大なビジョンと切実な目標を持って YouTube をしました。壮大なビジョンと切実な目標が何かというと、漫画家志望生のために漫画界がグローバルに誕生し、各国でも誕生しなければならない。これを早くしないといけないということです。漫画産業に従事している、素晴らしい漫画界ですでに仕事をしている日本と韓国の人々は、のんびりしていてもいいです。すでに好きなことをしています。しかし漫画界がないある国の漫画家志望生は、人生がただ一日が過ぎるだけです。ここに彼らが活動できる漫画界を作らないといけないのに、この数多くの段階を経てこそそれが作られるはずだが、例えば20歳が5年後に漫画界に出会えば25歳になって、30歳なら35歳になります。先進国とか豊かな家庭に生まれた方なら、その期間を待つことができるかもしれません。しかし待つことを好む人はいないでしょう。夢は一日でも早く叶えた方がいいじゃないですか。しかし貧しい国で貧しく生まれた16歳は、すぐに家族のために仕事をしなければなりません。彼らにはあまりにも時間がありません。私が生まれて育った時代に韓国は貧しかったから、それを私はよく知っています。そして私はその韓国で貧しい家の出身だからです。なので時間がないという状況、夢を追うために家族を苦しみに追い込むのか、この状況について私はよく知っています。だから早くしなければならない。何とかして早くしなければならない。私がなんで早く叫んでいるんでしょうか。私が急いでいるわけではありません。私が守ってあげないといけない人たちが急いでいるんです。私が愛する人たちが急を要するのです。彼らが急いでいることを知っているので、早く早くを叫ぶのです。あの韓国人はやっぱり毎日早くということで、韓国人だからそうなんだよとおっしゃったら否定はできません。しかしこの新しい世界を作り出す時、韓国の早く早く戦略に勝るものはありません。世界で一番いい戦略、早く早く戦略です。昨日も今日も世界のある漫画家志望生たちは結局諦めて就職戦線に飛び込んでいます。彼らはとてつもなく素晴らしい漫画家になれた人々です。私がなんでこれを知ってるかというと、私は韓国の漫画界が没落するのを経験したからです。私よりはるかに優れていて、とても立派な私が尊敬して愛する作家たちがそのせいで没落するのを見ました。才能がいくら優れていても、いくら能力が優れていても無駄です。機会が与えられなければ無駄です。一回の漫画家がどんなに優れているからといってチャンスを作ることはできません。その機会は他の存在が与えなければなりません。私の心の中には消えていった数多くの同僚と先輩たちの記憶に残っています。特に頭に残らず胸に残っています。だからこそ切実で切実な気持ちで YouTube をしました。しかしずっと YouTube 運営の失敗を繰り返しながら、私がいくら切羽詰まったってしょうがないなと感じて、なのでディレクターさんに会って、また新しく始めるときはこの切迫した気持ちを少し内側に隠しておいて楽しい姿をお見せしたい、こう思いました。だから YouTube の事務所を夢の空間にしよう。すると男たちの夢の空間にするには工具がないといけません。キャンプ用品がないといけません。バーベキューを食べられるようにしないと。男たちの夢は別にありますか？火をつけてバーベキューをすれば夢が叶うのです。その数多くのどんなに切迫した切実な夢があっても、彼女がいないんだけどバーベキューを食べた瞬間は癒されます。私自身が心が安らぐことができなかったので、そんな楽な姿をお見せするために努力したんです。
そうして2024年2月に私たちは YouTube をまた始めました。しかしやはりあらゆる問題に直面しました。少しゆっくりゆっくり行こう、私たちが急いでも何の役にも立たないねと言ったんですが、少年ウエストに会いました。少年ウエストに会いながら早くやってあげないといけない、さっさとやってやるしかない、なのでコラムを早くアップロードしました。しかし再生数は急激に下がりました。墜落することを知っていました。それで今まで送ったこの1年の成果は正直僕とディレクターさんが想像するよりもはるかに大きいです。実は期待以上です。再生数は出なくても私たちが成し遂げた成果、私たちが起こした変化は本当に驚きです。しかしまだ始まってもいません。ディレクターさん、私が約束をします。私たちの夢が実現する日が来れば、この世で起こることは誰が想像するよりそれ以上でしょう。びっくりするほどのやりがいを感じていただけると思います。想像してみてください。アフリカで漫画界が誕生し、トゥーンのビジネスが起こって、数々の漫画家志望生が漫画家になる世の中。アフリカのドラゴンボール、アフリカのスラムダンク、アフリカのドクターストーン、あの日を想像してみてください。想像できないほどのすごいことです。そんなに巨大なコミックスのビジネスが起こるのを私たちは見たことがありません。感じることもできません。計算をしてみることはできます。しかし私はこれは確かです。何を想像してもそれ以上のことになるでしょう。あんなに巨大なコミックスの世界は私たちは会ったことがありません。アフリカで起こることだけでもそうなるでしょう。あの日のためにそうやってこの1年を過ごして今年も頑張ってみます。どうぞよろしくお願いします。さてそれでは私たちが2024年1年間やった予言や秘伝をまとめてみる時間を持ちたいと思います。私たちはこういうコラムで始めました。コミックスはどの国の文化産業が繁栄し発展することを可能にする。そのために必要な石油と半導体、米のようなものだという真実を皆さんに話すということで、私たちのコラムは始まりました。私が知っている限りではこんな真実を悟った人は多分ほとんどないと思います。そして多分私たちが初めてこの話を世間に申し上げたようです。私たちが最初だと思います。なぜなら私が思いついたことですから。他の人が考えたかもしれないけど、私は見たことないし、似たようなことも聞いたことがありません。私が一人で考え出したものなので、私はこういうことをたくさん考えていました。私は座ると漫画のことばかり考えます。じっと考えてみると、全世界で文化コンテンツビジネスの中で、特に動画関連コンテンツビジネスで世界を席巻した国をよく見てみると、イギリスを除けばコミックスのすごい強国だったのです。あれ、これは偶然かな。考えてみたら偶然ではありませんでした。なぜかというと、コミックスというのは IP を供給してくれるものすごい能力があるからだったんですよね。アメリカンコミックスとハリウッド映画の関係を考えてみてください。日本のアニメと日本の漫画の関係を考えてみてください。韓国ドラマ、韓国映画と韓国ウェブトゥーンの関係を考えてみてください。そしてウェブトゥーン以前の韓国漫画産業との関係もとても重要です。とても重要です。これも一度考えてみてください。なくても強国になれるが、その国に IP を供給する強力な供給源が存在すると、文化コンテンツビジネスは羽ばたくことになります。例えると石油が出るようなものです。石油のように豊かに湧き出る IP、 石油はお金になり豊富です。コンテンツビジネスでこれが石油でなければ一体何が石油ですか？それでは一体コミックス、漫画はなぜこのような強力な機能をするのか。 IP を作る費用が安いからです。
労働の量も安く費用も安いからです。そして2024年に日本で漫画が持つ安価な IP 生産者の機能がメディアでかなり知られています。2024年にメディアで急にこれをたくさん扱い始めました。あまりにも意味深長です。しかし私が見れなかった可能性が高いですが、漫画の IP 供給者としてのメリットを説明する記事で安い、それ以上の内容の記事は見たことがありません。単純に安いからではありません。安いものだけを見るとより安価な方法も存在します。ではなぜあえてコミックスなのか、なぜあえて漫画なのかということですよね。その理由の一つが数が多く多様である。ただ安いんじゃなくてたくさん作らないといけません。それがその話じゃないかなと思われるかもしれませんが、全く違う言葉です。ただ安いといえばお金を少しだけ使えばいいんじゃないと言えますが、数が多くて多様にするにはどうすればいいですか？結局はお金をたくさん使わなければなりません。お金はたくさんかかります。なぜか漫画とコミックスが石油になるには絶対に多くないといけません。多くなければなりません。じゃあ多いだけでいいんじゃないの？違います。多様でなければなりません。多いものと多様なものは全然違います。これを悟らなければなりません。つまり漫画がある国の石油になるためには安く生産されなければならないのに、量も多くないといけないし、種類も多様でなければなりません。そしてコミックスが石油であるという重要な特徴、それは総合芸術だということです。ストーリーもあるし、演出もあるし、キャラクターもあるし、デザインもあるし、背景もあるし、キャラクターもあるし、状況描写もあるし、ビジュアルとして状況描写もあります。ストーリーもあるし、セリフもあります。音楽以外は全部入ってます。基本的に音楽はありません。音楽がないんですが、音楽的なものが入っています。それはまたの機会にご説明します。とにかくそうです。総合芸術です。小説の方がもっと安くないですか？しかし小説は総合芸術ではありません。漫画とコミックスは総合芸術です。その次にまた重要なこと、個人的な創作というもの、これがものすごく重要です。コミックスの世界で作られる全てのものは個人的な創作か？驚くべきことに思ったより違います。案外個人的なものを取り除こうとするコミックスの世界がたくさんあります。思ったよりたくさんあります。簡単に言えば会社を作って大量生産するシステムです。一人の個人が一つの作品を構想して他の誰かが決定を下します。他の誰か、代表、全部、常務、それとも局長のような方たちがそのように誰かが決定を下します。このようなコミックビジネスは思ったよりたくさん存在します。このビジネスの共通点があります。何か気になりませんか？その国の石油にならないという共通点です。そういう生産をすることになったら結局は石油の機能を失います。さまざまな IP プロバイダーとしての役割が崩壊します。その国の文化事業を強大にするのにたくさん寄与することはできないと思います。たくさん寄与するには個人的な状態を維持しなければなりません。その個人的なことを世界で一番よく維持するところはどこか？日本ですか？そうです、そうです。ディレクターさん漫画の専門家になりました。日本の漫画界がこの世で一番コミックスが個人という創作という特性をよく守ってきました。危機がなかったのか？ありましたが守ってきました。だから個人的でなければなりません。その国の人々の心と精神と人生と技術と努力が込められたそういうものをたくさん作ってあげないとその国の石油と米になるんです。これは本当に重要です。これをしっかり守らないといけません。私たちのコラムの最初の話だけでも込められているものが本当に多いです。
またコミックスがその国の文化産業の石油である理由は早く作られるということです。これらすべての特性を維持したものの中で素早く作ることができます。極端に言うと、ある種のコミックスは朝その国で起きたことを夕方に読者たちにコミックスで作って供給できます。私は可能性を話したのではなく、実際の根拠を持って話しているんです。それが時事漫画というものです。時事漫画はコミックスにとても重要な部分です。時事漫画は証拠です。時事漫画だからではありません。他の領域もこれが可能だ。これを悟ることが重要です。とにかく私たちは早いです。早く作って早く提供できます。その国の文化と人々の生活に現在が込められているということです。映画のシナリオが作られて4年後に劇場で上映されたら、そのシナリオに盛り込まれているのは4年前の心と現実です。でも漫画は今週ネームを作ったら来週週刊誌で発表できます。1週間ではなくてもっと早いかもしれません。私たちがこういう話で始めました。次の動画も2024年、私の予言と内容を総合してお話します。